こんにちは。ウェルネスキッチンの関口彩子です。今回はこちらです。こんにゃくです。こんにゃくというとお腹の砂おろし、胃の放棄なんていう言い方もされるように、腸のお掃除をするということはよくご存知かと思います。ただこんにゃくというのはそれだけではありません。実はこんにゃくというのはセラミドというお肌の保湿に役立つ美容成分の原料にも使われているんですね。今回はこんにゃくについて解説いたします。どんなこんにゃくを選べばいいのか、どんな風に使い分ければいいのか、そのあたりもお話ししたいと思います。こんにゃくレシピもいろいろご紹介してまいりますので、ぜひ最後までご覧になってください。ウェルネスキッチンでは食から始めるアンチエイジングをテーマに、心も体も元気になる情報を続々と配信していきます。ぜひチャンネル登録してくださいね。こんにゃくの栄養についてお話をいたします。こんにゃくは 100g あたり7キロカロリーとほとんどカロリーがありませんので、ダイエットには役立つ食材です。そしてこんにゃくは食物繊維の塊と言ってもいいくらい、不溶性の食物繊維が豊富に含まれます。不溶性の食物繊維というのは、便のかさを増したり、腸に適度な刺激を与えて便通を促す効果が期待できます。また食事中に含まれるコレステロールを排出する効果もあります。適度な弾力が満腹感を与えることから、ダイエット中にはいろいろと活用されることが多いと思いますけれども、便秘解消、その他なんと美肌効果も期待できる食材なんです。こんにゃくというのは実はセラミドといって、お肌の保湿に関係する成分の原料にもなっているんですね。こんにゃくに含まれるセラミドを摂ることで、自分自身のセラミドを作る力を促進する効果があるそうです。ただこれは生芋こんにゃくで作られたこんにゃくに限ります。こんにゃくには大まかにこんにゃく芋から作った生芋こんにゃくと、こんにゃく粉から作られたこんにゃく2種類あります。こんにゃく粉というのはこんにゃくを乾燥させて粉にして精製したものになるんですね。グルコマンナンが主原料になります。白いこんにゃくや刺身こんにゃくはこのこんにゃく粉を使っています。一方、生芋こんにゃくというのはこんにゃく芋の皮を剥いてすりおろしたものを固めたものになります。黒いつぶつぶが入っているこんにゃくは黒ごまを加えて生芋風に仕上げているようなものもあります。細くしたものでは白滝や糸こんにゃくがあります。用途によって使い分けていくわけですけれども、今回は生芋こんにゃくのこんにゃくと刺身こんにゃくを使ってお腹のお掃除に役立つ作り置きレシピをご紹介したいと思います。最初にこちら、とても弾力のある生芋こんにゃくを使ったおかかこんにゃくをご紹介します。材料はこんにゃく、そしてお醤油と甜菜とすりごま、鰹節になります。そして油はごま油を用意してください。こんにゃくです。アク抜き済みのこんにゃくであればそのまま使うこともできますけれども、特有の匂いが気になる方は下茹でをするとさらにクリアに仕上がります。そして下茹でをしてあげると味の染み込みが良くなるという特徴もあります。今回は下茹でだけして、あとは材料を絡めるだけで仕上げてみたいと思います。味の染み込みを良くするためにフォークを使ってこんにゃくを細かくしたいと思います。こんにゃくをかいてちぎっていきます。なるべく複雑で切り込みが多ければ多いほど、また変わった食感が楽しめますし、味の染み込みも良くなります。はい、こんな感じですね。もう複雑な形になっています。包丁などで切った鋭角な切れ目とは違って、このザクザク感になることで食感が良くなるんですよね。もうあとは適当な大きさに分けていくという感じですね。ぜひね、このザクザクっとしたね、こんにゃく、この食感を楽しんでいただきたいと思います。こんにゃくがこんな感じになりました。弾力のあるこんにゃくであればこの切り方特におすすめです。
こんにゃくを下茹でしていきます。沸騰してから 2,3 分ほど茹でていきます。こんにゃくの下茹で完了しました。はい、火を止めます。水を切ってきます。こんにゃくが熱いうちに調味料を加えていきます。お醤油です。甜菜糖です。すりごまです。そして鰹節、もう全部一緒に入れちゃって大丈夫です。鰹節は結構たっぷりめに入れていきます。あとは全体をしっかりと絡めていきます。もうこのこんにゃくの余熱だけで調味料とか旨味染み込んできます。複雑に切ってるこんにゃくなので味の染み込みがとってもいいです。あとはもうこのまま放置しておけばより味が馴染んできます。下茹でだけがね少しひと手間ですけれども、あとはもう混ぜるだけでとっても簡単です。最後香り付けにちょっとごま油垂らすとさらに美味しくなります。はい、これで完成です。お刺身こんにゃくを使って昆布締めを作ってみたいと思います。プリプリっとした鮮魚のような仕上がりになるとてもユニークなレシピです。材料は刺身こんにゃく、そして白だし用の昆布になります。保存用の袋または保存容器ご用意ください。刺身こんにゃくはですね、少しお刺身をイメージして切っていただきたいので、斜めに薄く切っていきます。だいたいこんな感じの大きさですね。今回青のり入ってますけれども、入ってても入ってなくても大丈夫です。はい、そしてだし用の昆布、適当な大きさにカットしておきます。これはね、早煮昆布なのでちょっと柔らかいんですよ。ちょっと昆布の風味をつける程度にご用意ください。そして保存袋にこんにゃくを入れます。白だしです。昆布です。あとは全体をなじませるように混ぜていきます。でもこれでね、下味がついてますのでね、食べたいだけここから出して盛り付けていただければ結構です。とっても簡単な一品になります。続いてこんにゃくとまた食物繊維豊富なしめじを掛け合わせてバター炒めにしてみたいと思います。材料しめじ、こんにゃく、そしてバター、醤油、みりんになります。アク抜き済みなのでこのまま使えるんですけれども、気になる方は先ほどのように下茹でをしてください。で、今度は切り方、シコシコっとしたしめじの食感に合わせてこんにゃくも同じぐらいの大きさにカットしてみます。まず厚さを半分にします。ちょうどしめじの茎ぐらいの大きさですね。こんな感じです。こんにゃくとしめじ、バターで炒めていきます。和食のイメージですけれども、洋風の炒め物なんかにも相性がいいです。全体に火が通ってきました。調味料を加えます。お醤油です。みりんです。あとは調味料が馴染むまでしっかりと炒めていきます。余分な調味料がなくなりました。火を止めます。続いて白滝を使ってピーマンを苦味のアクセントに効かせた白滝とピーマンのきんぴらをご紹介します。材料は白滝、ピーマン、味付けはお醤油、みりん、七味唐辛子、そしてごま油使っていきます。ピーマン、このヘタの部分だけ取って、あとはもう全部丸ごと使っていきます。もし種が気になる方は取ってください。あとは細切りにしていきます。丈の長いピーマンは斜めに切っていきます。白滝、もし長いものはキッチンバサミで少しカットしておくと食べやすくなります。ごま油適量です。まずピーマンから炒めていきます。白滝を加えていきます。お醤油です。みりんです。よく味をなじませるように炒めていきます。ちょっ
と余分な水分まだありますので、煮詰めるようにして炒めていきます。余分な煮汁がなくなってきました。仕上げに七味唐辛子を入れてピリッと辛みをつけていきます。こちらの量はお好みで加減してください。はい、火を止めます。いろんなタイプのこんにゃく料理作ってまいりましたが、お味見をしてみたいと思います。立ったままで失礼いたします。まずはじめにフォークでザクザクっと切った和え物からです。いただきます。ただ和えただけなんですけれども、しっかりと中まで味が染みています。またすりごまがね、すごくマイルドな味わいにしてくれてて、とっても食べやすいです。味もそんなに濃くないので、とってもさっぱりいただけると思います。続いてしめじとこんにゃくのバター炒めです。相性としてはしめじとバター、こんにゃく最高です。では続いて刺身こんにゃくの昆布締めいただいてみます。ほんのり昆布の香りが効いていて、白だしのお出汁も染み込んでいるので上品な味に仕上がっています。材料こんにゃくなんですけれども、とっておきの白身魚の昆布締めをいただいているようです。ただつけるだけなんですけれども、これはぜひ試していただきたいですね。ピーマンと白滝のきんぴらです。ピーマンの苦味と七味唐辛子のピリッとした辛さがアクセントで、とっても美味しく仕上がっています。ご飯やお弁当のおかず、おつまみにも最適だと思います。どれも作り置きできるレシピばかりですので、ぜひいろいろなレシピで食卓を彩ってみてください。今回はお腹の砂出し、こんにゃくについてレシピと合わせてご紹介してまいりました。ダイエットや便秘解消にもこんにゃくレシピぜひ活用してみてください。最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた別の動画でお会いしましょう。